ようこそ、コツアズ鉄道チャンネルへ。かねてよりサステナ車両として中古車導入を公表していた西武鉄道ですが、先日その第一陣として小田急8000型が西武線へ入線しました。西武鉄道は VVVF インバータ制御車の中古車について、サステナ車両と定義した上で2024年度より、主に試線区向けに100両程度を導入すると発表しています。小田急8000型は40両程度を小田急から譲受する計画で、6両編成を国分寺線で運用する予定となっています。ところでどうして西武は小田急8000型を中古車として導入し、国分寺線で走らせることにしたのでしょうか。また一応は自社発注が中心の大手私鉄の西武鉄道ではありますが、そんな大手私鉄の西武鉄道はなぜ中古車を導入するのでしょうか。今回は国分寺線に導入される小田急8000型に焦点を当てて、西武がなぜ中古車を他社から導入するのか、その理由などについてを見ていくこととしましょう。それでは本編へどうぞ。小田急8000型の概要。本題へ入る前に、まずは小田急8000型とはどのような電車なのか、それについて見ていきましょう。小田急8000型は1982年から1987年に導入された電車で、当時小田急線で増え続ける輸送量増加に対処するため、輸送力増強と通勤車両の大型化を目的に製造されました。そんな小田急8000型の特徴として、徹底的な車体の腐食対策が挙げられます。従来車と同様不通行を車体の主材料としながら、屋根や雨どいには腐食対策としてステンレス板を全面採用し、床板もステンレスのキーストンプレートとされています。また溶接もそれまでのスポット溶接ではなく、突き当ての連続全周溶接が側張り部分など一部に採用され、水分など腐食の根本となる物質の侵入を抑える作りになっています。さらにそれまでの5200型や9000型などといった一段加工窓のすっきりとした側面窓を持つ車両にて、防水対策をしても腐食が相次いだ過去がある反省を生かし、8000型では一段加工窓のすっきりとした側面窓でありながら、より徹底的な腐食対策が施されていることも特徴です。8000型の窓はアルミ製のユニットサッシとされ、サッシは窓部分と水受けが一体化された上で、水受けに溜まった水はパイプを通して外部へ排出される構造です。ちなみにこれは8000型の側面における見た目上の特徴でもあり、アルミ製の枠が付けられた戸袋窓とともに、アルミ地肌の銀色の窓枠が8000型の側面で目立ちます。8000型は4両編成と6両編成が16本ずつ製造され、2002年から2014年にかけて全編成が車体修理を受け、塗装剥離を含めた徹底的な補修工事が実施されています。8000型はもともと置き換え対象の西武の2000系と同じ方式である直流電動機を使用した開示直波制御を採用していましたが、この車体修理で2002年度施行の6両2編成を除き、全編成が VVVF インバータ制御へと改造されており、これも40年以上現役で走り続けている理由となります。登場から40年以上経過し現在は廃車がかなり進んでいますが、経過年数による老朽化以外はそれほど問題もないためか、小田急線ではまだまだそれなりの数を見かけます。ただし近年においては防犯面や安全面に関する理由による並結重量編成の淘汰を進めなければならないという事情はあります。経過年数やそのような事情を抱えていること、また小田急線の減便で車両が余っていることを背景として、5000型の導入による代替などで8000型は廃車が進められているのです。その廃車が進む小田急8000型6両編成のうち、6、7本程度を西武へ譲渡した上で、国分寺線の2000系を置き換えることになる予定です。西武が中古車を入れる事情とは？ところで中古車を入れるといえど、西武鉄道は新車導入が中心の大手私鉄。なんなら2010年代初頭までにおいては、自社の中古車を他社へ譲渡していたこともあります。大手私鉄である西武が中古車を導入ということで、趣味車だけでなく一般の方も驚かれたでしょう。
そんな西武はどうして他社からの中古車導入へと舵を切ったのでしょうか。まず経営状況から紐解いてみると、西武はパンデミックの影響で鉄道事業だけではなく他の業種にて大打撃を受けたことがあります。プリンスホテルをはじめとしたホテル業など他の業種においても大打撃を受けていたのです。実はプリンスホテルが持つ施設のうち31施設について2022年、所有権をシンガポールの政府系投資ファンドへ売却しています。そういった面からも西武鉄道単体ではなく、西武グループとして経営が苦しくなったことが伺えるでしょう。また小田急8000型については国分寺線へ導入されますが、この中古車については支線区への導入が基本となり、東急9000系列も含めて100両規模の導入となります。これらは6両編成以下での運転が基本となる規模の小さい支線区へ導入される車両となっています。実際2012年に西武グループの株式再上場に際して当時西武ホールディングスの大株主だったサーベラスグループは西武に対して不採算路線の廃止を要求していましたが、サーベラスグループはその不採算路線として多摩川線、山口線、国分寺線、多摩湖線、西武秩父線という中古車が導入される5路線のうち4路線を挙げていました。ちなみに山口線というのはレオライナーであり、レオライナーは新交通システムという違った規格の路線であるため、この中古車を含めた西武の一般車は運用できません。こういった状況から中古車を導入する路線について、地域住民の生活において必要不可欠な路線ではありつつも、採算面ではあまり芳しくないことがわかります。西武ではこういった路線で走る車両以外にも、本線格の新宿線や池袋線で走る長編成車両について、まだまだ置き換えなければいけない車両がたくさんあります。本線格の路線へ新車を導入しながら置き換えるためにも、支線格へは中古車を導入する必要があるということなのです。ちなみに西武は今回の中古車導入のほか、終戦後しばらくの間国鉄から大量の中古車払い下げを受けており、それを自社の輸送力増強へとつなげていたことがあります。今回の中古車導入はその国鉄払い下げ車以来となり、VVVF 車比率を高めることによる省エネ化や固定費の削減などを前倒しで実現することとなります。車両側の深刻な事情。西武が中古車を入れてまで既存車の置き換えを進める理由ですが、その背景には保守部品確保という問題が潜んでいます。ところで近年の電車は省電力化、メンテナンス省力化が可能な交流電動機とインバータ制御を使用する車両がほとんどを占めます。インバータ制御を採用する電車は省エネ性が高く、また従来の直流電動機を使用する車両よりも日々のメンテナンスコストが安価で楽になります。特に鉄道車両の駆動用モーターを制御するインバータは詳しい説明こそ省略しますが、その制御方式から日本においては VVVF インバータと呼称されます。先ほどまでもこちらは VVVF インバータと呼称していましたが、改めて本動画では駆動用モーターを制御するスカイロ用インバータについて VVVF インバータという語句を使った呼称をし、そのような VVVF インバータ制御装置をスカイロに搭載し、交流モーターを駆動して走る車両のことについては今後単純に VVVF 車と呼称することとします。特に関東の大手私鉄ではこの VVVF 車がかなり普及しており、京王、東京メトロ、小田急、東急ではすでに在籍車両における VVVF 車の比率が 100% になっています。その他相鉄でも営業用車両はすでに VVVF 車 100%、京急も営業用車両に限ると2023年12月29日に VVVF 車 100% となりました。京成でも最近になって 90% 程度にまで VVVF 車の比率が高まり、今後新型車両3200型の導入によって2025年冬以降に 100% へと達する見込みです。一方で西武は関東大手私鉄の中では VVVF 車の比率が少なく、その割合は現在 70% 前後にとどまっているのです。
西部では2019年度の時点で 60% に届かない VVVF 車の比率を2030年度までには 100% にしたいとしています。他社からの中古車導入もその一環となっており、2020年度以降のパンデミック状況下において経営が悪化したことに関連してこのような施策を打ち出したのです。先ほども触れているのですが、この施策の実施によって西部は VVVF 車比率を高めることによる省エネ化や固定費の削減などを前倒しで実現することとなります。ここまでは全文となるのですが、本題はこれからです。従来の黄色い電車を中心とした直流モーターを使用する車両は、回転部分に電流を流すカーボンブラシと呼ばれる摩耗部品をはじめ、VVVF 車の比率が上がったことに比例する形で、メンテナンスに必要な部品の確保が年々困難になりつつあります。特にカーボンブラシは直流電動機を使用する電車にとって消耗品であると同時に重要部品でもあります。しかし日本全体において直流電動機を使う車両は年々縮小傾向にあるというのが現実。市場の縮小と合わせて部品の生産縮小も進んでいるなどで、カーボンブラシの調達難易度は年々上がっています。カーボンブラシの市場は数社による寡占状態が続いており、日本では現在のレソナック、旧日立化成系が多くのシェアを占めており、その日立化成のカーボンブラシ最終加工工場が東北地方太平洋沖地震及び東日本大震災にて甚大な被害を受けた福島県浪江町にあったことが大きく影響し、電力関係でも影響を受けた関東の大手鉄道事業者だけでなく、全く関係ない他地域の JR 西日本や近鉄電車などにおいても、寡占状態にあったカーボンブラシ供給の不安定化という原因で、一時期減便など対応に追い込まれた事業者もあります。また開示直下制御という制御方式を採用する2000系では、実はその他にも深刻な問題を抱えています。それは開示直下制御車両のスカイロが中途半端に電子化されていること。大容量の半導体素子が超高額だった時代に開発され、比較的小容量から中容量の半導体素子を使用した制御方式で、根本は昔ながらの電車の制御方式である抵抗制御です。なので可動部となる摩耗部品は引き続き多数あり、当然ですがメンテナンスフリーに近い VVVF 車よりも摩耗部品の交換に起因するメンテナンス費用もかさんでしまいます。この方式は大容量の半導体素子が超高額だった時代、安価に電力回生ブレーキを使うために考案されたもので、大手私鉄を中心に大量に採用されたものとなります。一方でモーターは引き続きカーボンブラシの必要な直流電動機、それも鉄道では一般的で比較的単純な構造をした直径電動機ではなく、その構造上直径電動機よりも複雑な構造になってしまう物件電動機を採用することがほぼ必須となります。先述したように直流電動機を採用する電車全般に言えるカーボンブラシなどといった摩耗部品の供給問題以外にも、開示直下制御特有の中容量半導体部品など開示直下制御車特有の部品について入手が困難になりつつある部品が近年大量発生しているようです。そのため現在の開示直下制御はメンテナンスという観点で非常に問題のある制御方式と言えるでしょう。西部ではこの開示直下制御を2000系のほか3000系でも採用していましたが、3000系はすでに西部では全廃済みです。しかし2000系は新2000系と合わせて444両というかなりの数が製造されている大所帯でした。1977年より新宿線向けに製造された初期の2000系を中心に、現在では2000系もだいぶ廃車が進みましたが、それでもまだ200両近い2000系が西武線内で走り続けています。この他に新101系や4000系に1万系ニューレッドアローなど直流電動機を使用する電車はまだ100両程度在籍し、これらも同時に置き換えなければいけません。2030年度までに VVVF 車率 100% を完遂する西武の目標もあり、それらを全て新造車両に置き換えると考えた場合、経営的に考えてかなり厳しいのではないかと予想ができます。
また2020年代に入ってから発生した半導体不足の問題、車両製造メーカーの工場許可問題も背景に考えられるでしょう。そういった事情などもあり中古車を導入することにしたさまざまな情勢が絡んでの策なのではと考えられるでしょう。西武が小田急8000型を選んだ理由。ところで西武がサステナ車両と称する中古車ですが、当初の要項としては VVVF 車であると同時にステンレスやアルミの無塗装車体であることもありました。東急9000系や9020系は無塗装ステンレス車でもあるため、当初のサステナ車両の要項に合致する車両ですが、小田急8000型はあくまでも塗装車体の普通構成です。実際には後から無塗装車体の要項は外れたのですが、どうして西武は塗装車体の小田急8000型をサステナ車両として選んだのでしょうか。その理由としては推測でしかないのですが、おそらくちょうどいい出物がなかったことにあります。ちなみに要項としては先ほどまで述べた条件のほか、西武線内のホームドアに対応できる20メートル級4扉車体というのもあります。この当時その出物として東急9000系以外に予想されていた車両は臨海線の7万型、都営三田線の6300型、福岡市地下鉄の 1000N 系などが挙げられました。都営三田線の6300型と福岡市地下鉄の 1000N 系は6両編成、なおかつ玉数もそれなりにある車両となっています。都営三田線の6300型については微妙なラインでしたが、福岡市地下鉄空港線箱崎線の 1000N 系については4000系への置き換えが今年度よりスタートします。また前後して提携が発表された JR 東日本の209系や E217 系、それにその JR 東日本に乗り入れる臨海線の7万型もこれらの状況におおむね合致する車両です。特に臨海線の7万型については2025年度夏季より新型車両7万1000型への置き換えがスタートすることから、趣味者の間ではサステナ車両の有力候補とされていました。しかし実際には4両編成に短縮される東急9000系、9020系、6両編成のまま運用される小田急8000型の2種類。特に塗装車体の小田急8000型の譲渡については発表当初趣味者の間でも話題となりました。これについてはいい出物がなかったことと同時に、小田急8000型は製造時から徹底的な腐食対策が施された上に、車体修理時にも徹底的な補修工事が行われており、そういった長期使用にも耐えうる車体構造であり、なおかつ比較的新しい VVVF インバータ制御装置を搭載していることも小田急8000型が選ばれた理由なのではと思います。その上で無塗装でなくても VVVF 車であれば環境負荷の軽減につながると判断されたということについても小田急8000型が選定された理由の一つとなっています。なおサステナ車両の第一陣は小田急8000型になることが決まっており、先日その第一陣として元8261の6両編成が西武へ搬入されました。西武での形式や塗装デザインなどは未定とされていますが、今後西武向けの整備など運用に向けた改造などを施行の上で年度内には国分寺線で運用を開始するとしています。また西武は中古車としてサステナ車両を導入することによって VVVF 車比率を高めることによる走行時の省エネ化のほか、新車製造時及び車両廃棄時に発生する二酸化炭素排出量の削減も見込んでいるとしており、それによって資源の廃棄を減らすことにも成功するとしています。国分寺線で3万系6両編成導入する予定だったのにいつの間にかその計画消えてたよね。数年で消えたけど3000系が6両編成になって国分寺線に転用されたとかもあったし。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことによって西武鉄道になぜ小田急8000型がサステナ車両として譲渡されるのかについて、西武が VVVF インバータ制御の中古車を導入しようと計画した際、無塗装車体で探そうとしたらいい出物がなく、その中で小田急8000型がいい感じに引っかかったことで譲渡が実現したと思われること。小田急8000型は普通構成で塗装車体ではあるが、徹底的に腐食対策が施されている上に車体修理時に補修も徹底的に実施されていること。
西武が中古車を導入する理由は、直流電動機の車両を2030年度までに全廃したいからであること。その背景には摩耗してしまう消耗部品の供給に関する問題や、多くを占める2000系特有の問題として開示直下制御装置に中途半端に使われている半導体素子など一部部品の供給問題が大きく関わると考えられること。昨今の経営状況や情勢などから収支状況が良くないと思われる四川区への直接新車導入は厳しいと思われ、それも中古車導入につながっていると考えられること。西武はサステナ車両と称される中古車を導入することによって、走行時における電力使用量の削減だけでなく、車両製造時及び廃棄時に発生する二酸化炭素排出量も削減できるとしていることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは、鉄道に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。